今回は、デュエマの過去の凶悪デッキについてまとめてみました。デュエルマスターズにはまるで悪魔のようなデッキビルダーがいて、その活躍により対戦環境が蹂躙される時代がたびたびあります。今回はそんな魔王とも呼べるようなデッキたちを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。やはり凶悪デッキといえばこのデッキは欠かせません。数々のプレイヤーに強烈なインパクトを与えたデッキ。その名も白緑メタリカです。このデッキのキーカードになるのはベイビージャック。わずか1コストでパワー6000のダブルブレイカーという、当時のカードプールからしてみれば異常なまでのスペックですが、デメリットとしてこのクリーチャーは場に出るときタップして出て、ターンの初めにアンタップすることもないという効果があります。ですが自分がカードをドローした時にマナを3枚タップすれば、このクリーチャーをアンタップすることができるのです。ここまで聞くとなんとなく強そう、程度で止まってしまいますが、このベイビージャックの真の恐ろしさはそこではありません。なんとこのクリーチャーがバトルゾーンにある限り、自分のクリーチャーをあたかもマナゾーンにあるかのように、タップすることでコストを生成することができてしまうのです。この効果と、メタリカという種族との掛け合いが、このデッキ白緑メタリカの真骨頂なわけです。種族メタリカの中でも一番対クリスタが鍵になっていて、このカードが場にあれば他のメタリカのコストが永続的に1軽減、複数体いれば2軽減、3軽減とどんどんとコストが下がります。一応コストが1以下にならないという効果はありますが、ベイビージャックの効果で場のクリーチャーをタップして1マナ生成、つまり場にクリーチャーを出し続ける限り、ほぼ全てのクリーチャーが実質コスト0で出てくるのです。そして最後はジエンド・オブ・ユニバースで特殊勝利。相手からしてみれば何もできない暇な時間が永遠に続き、最後にはシールドすら割られず敗北してしまうという、なんとも凶悪かつ妬まれ続けているデッキです。ちなみにこのデッキの最後は主犯格であるベイビージャックが、プレミアム殿堂にぶち込まれるという徹底的なものでした。次に紹介するのはそんな白緑メタリカよりも凶悪と名高い、ジョバンニスコールと呼ばれるデッキタイプです。まずはジョバンニの効果について解説していきます。コスト2の光のブロッカー。ここまで聞くと普通のスペックですが、このクリーチャーはターン終了時にコスト1の呪文を好きな数、自分の墓地から手札に戻すことができます。この効果で手札に加えるのは悪名高いドリルスコール。コスト1の火の呪文で、お互いに1枚マナ破壊します。ドリルスコールを唱えてお互いのマナを破壊し、序盤2の効果でドリルスコールを回収して使い回す。それを20ターンほど永遠に繰り返し続けることで、相手の山札がなくなり、自分は勝利することができるというものです。このデッキは勝利方法があまりにも残酷すぎる上に、ほとんど対抗手段がなく一度決められたら手も足も出なく、加えて最速で3ターン目には相手を拘束できることから、このデッキも多くのプレイヤーに嫌われることとなりました。ちなみにこのデッキは序盤2のプレミアム殿堂と、その後に行われたドリルスコールの殿堂入りによって終幕。今では伝説のクソデッキとして歴史に名を刻んでいます。続いてはひらめきゴズレックというデッキについて、このデッキはコンボ色の強いデッキで、少し手順を踏みますが、必要なパーツ自体はあまり多くなく、再現性も高い上に、決まればほとんど勝ち確の状況を作れる上に、それが3ターン目には実現するという恐ろしいデッキです。デッキ名になっているのはサイバー系ゴズレック。コスト6のクリーチャーで、出た時にお互いの墓地から、コスト3以下の呪文を2枚まで選び唱えることができます。もう1枚のキーカードが当時殿堂カードひらめきプログラム。このカードは自分のサイキック以外のクリーチャーを1体破壊し、その後山札をめくり続けて破壊したクリーチャーのコストより、コストが1大きいクリーチャーを場に出すことができます。そしてこのカードのコストは3、ゴズレックの効果で使えます。まず適当な水のクリーチャーを場に出し、攻撃時に革命チェンジ、ドレミ24を場に出し、手札からコスト3以下の水の呪文を詠唱。ここでひらめきプログラムを使います。殿堂カードですが、案外3ターン目には安定して手札に加わります。ドレミ24はコスト5、コスト6のゴズレックを場に出します。ゴズレック効果で今使用したひらめきプログラムを再度詠唱。コスト7のクリーチャーを場に出すことができます。言い忘れていましたが、このデッキには各コストのクリーチャーが、それぞれ1種類しか入ってないので、運で負けることはありません。ここで出すのはアマテラジアル。効果で水の4以下の呪文を、山札から探して唱えることができます。こうして唱えるのはゴズレック効果で山札に戻ったひらめき。アマテラジアルを破壊してコスト8のクリーチャーを出します。こうして出すのはクイーンアマテラス。効果で山札から、
コスト6以下のクリーチャー以外のカードを使用できます。使うのは D2 フィールドのハリデルベルグです。そしてターン終了時にハリデルベルグの D スイッチが発動。このターン中に破壊されたクリーチャーをすべて墓地から蘇生します。ドレミ24、ボズレック、アマテラジアルを蘇生し、ボズレック効果でひらめきプログラムを唱え、コスト8のクイーンアマテラスを破壊して、コスト9のバジュラズテラを場に出します。効果でお互いのマナのドラゴン以外のカードをすべて墓地へ。さらにアマテラジアルの効果を発動してもう一度ひらめきプログラム、バジュラズテラを破壊してコスト10のモアイランドを場に出します。これで相手は呪文と D2 フィールドを封じられ、何もできず、開始のターンに全てを蹂躙しながら大量のクリーチャーで、相手のシールドを粉砕しダイレクトアタックまで持ち込めます。このコンボは瞬く間に環境を席巻し、さすがにヤバいと判断され、ひらめきプログラムが緊急でプレミアム殿堂に指定されました。それほどまでに凶悪なデッキだったというわけです。次に紹介するのはゾンビパルテノンループ。このデッキはルールの穴をついた超凶悪なデッキなのです。まず1枚目はゾンビポンのスケ。コスト0パワーマイナス5000というとんでもないスペックで、登場当初から何か悪さをするのではと噂されていました。そして2枚目は DG パルテノン。効果ですが、お互いに1ターンに3体以上クリーチャーを出せず、呪文を3回以上唱えることができないというものになっています。これはいわゆるループデッキへの対策として作られたカードですが、このカードが自分にも影響を及ぼすという性質から、とあるルールの抜け道を利用したコンボが見つかってしまいました。それが召喚に関するルールです。例えば DG パルテノンの効果が適用されているとき、何らかの方法でクリーチャーを召喚して場に出そうとします。その時、クリーチャー自体が場に出ていないのは見ての通りですが、実はクリーチャーの召喚には成功しているんです。何を言っているのかわからないという反応ですね。同じです。まあ要するに、召喚とはあくまでクリーチャーを場に出そうとする、その行為自体を指す言葉であり、もし場に出せなくても、召喚自体には成功しているという裁定があったのです。まあこれを聞いても意味がわからないと思いますが、とりあえず今は場に出なくても召喚できると覚えておいてください。そしてもう1枚、アクアティーチャーというカード。こちらは効果のないカードを召喚した時に1枚ドローできます。勘のいい方はもうお気づきでしょうが、ゾンビポンのスケは効果のないクリーチャーなので、アクアティーチャーの効果で1枚ドローできます。そして DG パルテノンの効果が適用されていれば場に出ない。つまり手札に止まり続けることができるので、コスト0のゾンビポンのスケを何度でも出すことができます。そしてその数だけアクアティーチャーの効果でドローできるので、山札をほぼ全部引き切った上で手札から、エンドレスフローズンカーニバルを詠唱します。スノーフェアリーを5枚手札から切ることで無料で詠唱でき、相手のマナをすべて機能不全に陥らせた上で盤面も崩壊させ、以後無限に同じ行動を繰り返すことで序盤にスコールと同じく、相手の山札切れを狙うプレイが可能になります。こちらもまあ強力で、一瞬で規制されましたが、このデッキは殿堂入りという規制方法ではなく、ルールそのものを変えるという豪快なやり方で変更されました。これにより殿堂ゼロデュエルでも使えないという伝説のデッキに、とは言ってもこんなデッキ使えないに越したことはないですが、突然ですが皆さん、オカルトアンダケインしてますか？このデッキも一時期環境を破壊し尽くしたデッキの一つです。まず最初に紹介するのはアイダケイン。場に出た時にコスト4以下を蘇生できる効果と、不思議バース8という少し変わった効果を持っています。この不思議バースは、通常のコストより高く設定されていますが、自分のクリーチャーを1体マナに送ることでそれを軽減できます。例えばこのデッキで使われていたコスト7のクロスファイア。このカードをマナに置くことで 8-7 の1マナで場に出せます。しかもこの効果は墓地から召喚する効果なので、アンダケインの場合は蘇生先のカードを落とす過程で、ついでに本人も墓地に送ることができます。そしてそんなアンダケインと相性のいいカードがこちら、フォーエバーオカルトです。このクリーチャーは8コストでありながら、自分のクリーチャーを3体破壊することで場に出せます。この時にアンダケインと蘇生したクリーチャーを破壊すれば、アンダケインの効果を再度使用することができるのです。でも3体だからもう1体破壊しなくてはならないのでは？そう思ったそこのあなたにこのカードを紹介したいと思います。それがゼイロンです。このクリーチャーは出たらほぼ勝ちの効果をしていますが、なんとバトルゾーンを離れないという効果も持っています。この効果のおかげでオカルトの3体破壊を、実質的に2体破壊にまで抑えることができます。そしてこのコンボで使用するのがこのカード、ボールクローラー。出た時にお互いにマナを1枚ずつ手札に戻します。
自分は不思議バースでマナに行ったオカルトを回収。相手はマナを1枚失うことになります。このコンボの実現により、このオカルトアンダケインは、アンダケインを出すための黒1マナがある限り、無限に相手のマナを手札に戻し続けます。しかもそうして戻したマナも、ラビリクトによって破棄されます。ラビリクトは8コスト以上の呪文かクリーチャーを使った時、相手の手札を全て刈り取るクリーチャーです。こうして手札とマナを全てなくし勝利するのが、このデッキ、オカルトアンダケインなのです。ちなみにこのデッキは後にアンダケイン含む2枚のパーツが、殿堂入りにぶち込まれたことによって崩壊しました。今回は、サムネにもなっている過去の凶悪デッキについて、小ネタを交えながら紹介してきました。皆様のコメントをお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。